お酒の大学チャンネルこんにちは。今日は文ちゃん先生と撮影になってます。文ちゃん先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、なんかちょっとかしこまってる感じがあるんですが、実はあるゲストを呼んでおります。誰でしょう？誰でしょう？誰ですか？誰ですか？はい。ニュージーランドで日本人の醸造家の中でちょうど今来日されている文ちゃん先生と昔からお友達ということを聞いてます。いや、お友達っていうのはおこがましいです。ということで来ていただきましょうか。早速小山貴弘さんでございます。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本にはいつ着かれたんですか？10日前ぐらい。10日前ぐらい。はい。いつまでいらっしゃる感じですか？20日まで。あ、20日まで。短いですね。そうですね。帰ったらまた収穫。帰って1ヶ月。ちょうど収穫の時ですね。3月半ばからなので、はい。まあその準備もあるので。南半球だ。そうですね。そんな貴重な時間をありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということでこれから小山さんの新しいブランド高系ワイン立ち上げられたので、そちらのワインのテイスティングをしていきたいと思います。じゃあ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではテイスティングを始めていきたいと思うんですけど、先にちょっと小山さんのプロファイルみたいなものをちょっと紹介させていただけたらと思っています。今ニュージーランドでワイン作ってまして、で醸造栽培学のあるニュージーランドの林間大学に入って、でブドウ栽培ワイン醸造学の学位を取って、で地元のワイナリーに就職をしまして、で2009年にプライベートラベルで、小山ワインズというのを立ち上げて、2017年に地元のマウントオードエステートというワイナリーを会社として買収をして、で改めて2022年高系ワインズというのを立ち上げました。今日出てるのが、基本的には初ヴィンテージのワイン、このラベルになってからは。でワインは全て、ノースカンタベリーブドウで作ってます。ありがとうございます。はい、じゃあ早速ですけど1本目からいきましょうか。はい、タソックテラスリースリング2023。はい、タソックテラスっていうのはこれは基本今うちのワインは全て契約栽培農家からなんですけど、この畑は2004年に植えた畑で、前職の時から付き合いのある畑で、継続して同じ畑を使ってるんで、実はラベル変わっても中身一緒っていう。そうなんですね。先代が起こして今息子さんがやってるんですけど、ワイパラバレーっていう、産地の中でこの畑全てちょっと距離が離れていて、ここは一番ワイパラの中では一番南で西にある畑で、谷にワイパラリバーっていう川が流れてるんですけど、これは川の南側の畑です。でちょっと標高上がってて、で砂利湿土壌でかなりノースカンタベリーのリースリング、華やかな感じと、当然シトラスとかの柑橘系の香りもあるんですけど、あと特徴的なのがちょっとね、みかんみたいな、みかんの皮みたいな、こう皮を剥く時にちょっと香るような、英語で言うとマンダリンの感じっていうのがすごいするのが特徴で、この年は若干寄付がついた年なので、やや甘めにしてあります。残糖で 17g リッターぐらい。多いですね。そうです。うちのスタイルは10から20の間がほとんどなので、なんでかっていうと、僕はドイツでリースリング勉強したんですけど、ブドウ自体がものすごく熟してないと、リースリングってやっぱ酸が高いので、ドライにした時に酸が立ちすぎちゃうんですよね。なのでちょっとだけ甘さを残して、バランスを取るというやり方をすることが多いです。でニュージーランドの生産者もそういう人が多いですね、全体的には。では入れちゃっていいですか？ついでいただけるんですか？すいません。継ぐ方がプロじゃない。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。なんて贅沢な。はい、で醸造方法としては、収穫をして、絞ってジュースを、これはステンレスなんで樽とか一切使ってないです。一つ大事なのがやっぱりリースリングってペトロール香が出やすい
のでそれで苦手っていう人が結構いるんですけど、それを出さない研究ってやっぱり進んできて、栽培から醸造もそうなんですけど、一つはもうジュースを酸化させずに低温で発酵させると少なくとも若いうちは石油香は出ないので、ただリースリングっていう品種はプレカーサーっていって品種としてその香りの成分を持っているので、熟成してくるとどっかで出てくるんですけど、その熟成した香りと合わさって出てくるのと、もう若いうちからそればっかりになっちゃうのっていうのは話が全然違うので、あとはもうリースリングはもう発酵中にめちゃくちゃいい香りするんで結構こうアロマティックの品種の中で、ゲウェルツとか当然ね有名なんですけど、でもすごい甘いいい香りがするのはもうリースリングもうすでに香ってます抜群なんで、この香りをペトロールでマスクしちゃうのはやっぱもったいないので、12度前後ぐらいでゆっくり発酵させて、でこれはそういう低温に耐える酵母を入れてます。ピノは全部野生酵母なんですけど、リースリングだけは酵母を入れてやってます。早速我慢できないはい、よろしくお願いします。本当にいい香りが乗ってきますよね。これがやっぱりリースリングのいいところなので、これをできるだけ出したいので、そういう酵母を使って低温発酵っていうのが。ブドウの収穫時期はもともとねリースリングって晩熟なんで、例えばピノが3月の半ばから末にかけてだとしたら、リースリングは1ヶ月遅い。なのでやっぱり北海道でうまくできないのは待てないんですよね、雪降っちゃうので。だから北海道だとやっぱりある程度早熟のブドウじゃないとできないので、リースリングは厳しいっていうのを地元の生産者みんな言ってますね。めっちゃいい香りする。なので 17g 残っててもやっぱ酸が高いのでそんなに甘く感じないと思うんですよね。全然なんか残糖感みたいなの全くないですよね。ないですね。はい、すごいなんかうまみっていう感じ。だから毎年収穫するときに何グラムにしようっていうのは決めてなくて、発酵の最後の方にこうテイスティングしながらそろそろ発酵止めようかなって、この酸と甘みのバランスを見ながらやる感じなので、ゆっくり発酵してるんで止めようと思ってから実際止まるまでにそんなに糖が動かないんで、例えばピノだったら発酵って10日から2週間ぐらいなんですけど、発酵が一番盛んな時期ってもうブリックスでいうともう5とか8とかボンって1日で落ちちゃうことがあるんですけど、リースリングの低温発酵だともう1日に 0. いくつとかしか動かないのでね、発酵の最後の方はだからある程度狙った甘さで止められるんですけど、上品な甘さって言ったらいいんだろうか。そうですね、このやっぱりどれぐらいで止めるかっていうのが醸造家のセンスというか、もう意地でもドライにする人もいますし、腕じゃなくてセンスなんですね。センス止めること自体はそんなに難しくないんですけど、どこで止めるかがすごい大事。どこで止めるか。そうですね。ただ面白いのはセラードアでお客さんが来てテイスティングして一番買っていくのはリースリングなんですよ。価格帯もねピノに比べたら若干安いっていうのもあるんですけど、一番売れるのリースリングなんですよ。でもショップだとあんまり売れないんですよ。うちのリースリングはそこそこ売れるんですけど、一般的にリースリングが売るのは難しいって言われていて、この品種ってスパークリングできてドライ、ちょい甘から極甘まで全部できるので、逆にそのお客さんが迷うっていうか、ワインを手に取った時にこれがドライなのかちょい甘いのかわからないんで、その売ってる人がしっかりしててこれはどれぐらいの甘さですよっていう情報を伝えてあげるようなショップであれば売れるんですけど、そうじゃないとなんかいや思った甘さじゃなかったみたいなことがあり得るので、勉強になります。でも醸造家としては面白い品種ですね。逆にいろんなことができるので、今はこの4タイプだけなんですよね。リースリングは一つだけ、はい。今年からちょっとだけセントラルオタゴのブドウがピノが手に入ることになったので、これにプラスセントラルオタゴが今年のリリースにはそれが加わって、でもしかしたら今年シャルドネが手に入るかもしれなくて、今シャルドネが取り合いなんですよ。一時期やっぱニュージーランドってソービニョンブラウンでリースリング、ピノグリーンみたいなので、アルザス系がメインだったんですけど、ニュージーランドシャルドネのブームが来てて、ニュージーランド国内もそうだしオーストラリアとか輸出で、今あるシャルドネはもう取り合いなんですよ。でみんなシャルドネないって聞き回っていて、で新しく植えようとしてももう苗木もなかなか手に入らないっていう。苗木が手に入らないんですか。それぐらいなんかシャルドネブームが今来ていて、
シャルドネのスタイルとしてはどういうスタイル？シャルドネはやっぱり僕は樽使いたいので、樽発酵、樽熟成、まだ可能性なんですけど、もう畑はあって見にも行ってるんですけど、まだ樹齢がね若いんですよ。うどん粉とかが出てて、実際収量どれぐらい取れるかなっていう、そういう病気を弾いていったら、ただまあ少しは作れるかなっていう感じなので、初収穫の畑なので、どれぐらいの量が取れるかとか、まだもともとピノしかないところで4年前ぐらいかシャルドネ植えて、ものすごい石灰岩の、それこそ石灰の採掘場のそばにある畑で、まあ今一緒にワイン作ってるグレイストーンっていうところのドミニクが自分のプライベートラベルでそこのピノを使ってて、で一緒に見に行こうって言われて行って、シャルドネ欲しいんだけどって言ったら、まあじゃあ収穫できたら彼と半分ずつ使おうっていう話がありましたね。来年シャルドネを楽しみにしましょう。続きましてワイパラピノノワール2022年。はい、はい、ありがとうございます。このワインはうちのまあ英語でいうエントリーレベルワインって言って、一番まあ値段的にお安いワインで、イメージで言ったら AOC ブルゴーニュみたいな感じで、基本はワイパラにあるうちの契約してる畑のものをまあブレンドして1個のワインにするっていうものなんですけど、この年はたまたまちょっとリブランドして初めてでいろいろギリギリだったので、これ実はシングルビンヤードなんですよ。あ、そうなんですか。これは1個の畑なんですけど、23年からも混ぜてるんですけど、この畑はまあ、オーガニックでやってる畑で、まあ、22年結構うどん粉の問題があって、でオーガニックってうどん粉対策として硫黄をまくんですね。はい、でまあその硫黄をちょっと巻きすぎちゃったのでそれが皮にくっついてワインに入ってきてるんで、ちょっとね還元臭っていうなんか焦げっぽい感じ。まあ、よく言われるのがマッチを燃やした後の香りみたいな。そうですね。ちょっとずつ落ち着いてはきてるんですけど、瓶詰めしたてはやっぱり結構きつくて、で、まあ、作り方としてはこれも全部野生酵母、基本ピジャージュで、まあ、発酵段階で、まあ、これ還元の問題があったんで結構ルモンタージュしたんですけど、普段の赤ワイン作りはもうピジャージュ、ほぼピジャージュのみで、まあ、1日2回やって、発酵終わりで一度タンクに入れて折り落として樽に入れて、で乳酸菌発酵を待って、そのまま乳酸菌発酵終わったらもう一度樽からタンクに移してブレンドして折り落として、そのままボトルに入れるので、ろ過も成長も一切かけないです。中はから自然派と呼ぼうと思えば呼べるんですけど、僕はその呼び方があんまり好きじゃない好きじゃない私これリリースされた時に、飲んだ時はもうちょっと還元臭がね、強かったように思うんですけど、でも今飲んでみたらちょっと抜けてますね。これ抜けるものなんですか？そうですね。ちょっと香りのやっぱりニュアンスが変わってくるので、還元の問題って結構面白いって言ったら変ですけど、ちょっとお勉強的な話をすると長くなっても大丈夫ですか？大丈夫です。還元臭ってその原因がまあ大まかな結構2つあって、1つはさっき言った畑にまいた硫黄がそのまま入ってきちゃう。でもう1つは畑の窒素不足から還元臭が出るんですね。酵母ってその発酵するときに糖だけじゃなくてビタミンとか窒素とかが必要なんですね。で特に窒素が大事な栄養素で、その畑に窒素が足りないと結果としてジュースに窒素が足りなくて、そうすると酵母がその窒素を探してアミノ酸を分解しだすんですね。でアミノ酸の中にその硫黄が含まれているアミノ酸がいくつかあるので、分解した結果出てきた窒素は酵母が食べるんですけど、硫黄が出てくる。でそのままそこにいて、で硫黄は本来は酸素が好きなんで、酸素があれば酸素とくっつくんですけど、発酵中って酸素がない状態なので、そうすると水素とくっついちゃって H2S っていう、硫化硫黄がこの還元臭の香りの原因になるんですね。その H2S は結局水素とくっついてる単純な分子構造なんで、空気入れてあげると水素と手離して酸素とくっついて香り消えるので、それは簡単に割と取れるんですよね。ただ畑の硫黄だとメルカプタンっていって少し分子構造が複雑になっちゃうとなかなか簡単には取れないので、成長剤で銅を使う。硫黄は銅が大好きなんで、どんなことがあると銅があるとそこにくっつくようになってるんですよ。だから銅があると取れるんですけど、去年まで銅を使ったワインは日本に輸入ができなかったんですね。
そうなんですか。そうなんですよ。それは日本側の理由ですか？日本側の理由です。ニュージーランドで出すんだったら別に使ってもいい。それは全然 OK なんですけど、輸出先によってそれが許可されてないっていうのがあって、ただ今年から良くなったので。ああ、そうなんですか。はい。勉強になりました。勉強になりました。はい。ドン。還元口を取るときはドン。じゃあ次の続きまして、はい、ピアソンエステートピノノワール2022、この辺の畑、実はワイパラに使ってる畑は新しく契約した畑なんですけど、ピアソンもこの畑も2004年に起こした畑で、これも前職からの付き合いのある畑なんですよ。この畑を立ち上げた人って結構面白い人で、もともと競馬の調教師さんで、でもワインが大好きで、すごい有名な日本でいう三冠馬みたいな馬を一頭こう育てて、それで大儲けして畑と豪邸を買ったっていうで、最初のやつは谷の東側で石灰岩で粘土質で、ここは西側なんで、今飲んでるピアソンは西のワイパラリバーの北なんですけど、ここはもう完全な砂利出場なんで、重いワインじゃなくてちょっと華やかなワインで、酸がちょっと立って単に控えめっていうのがこの畑の特徴ですね。美味しい。旨味が強いですね。美味しい。いや、これ旨味が強いからなんかお腹が空いてきました。空いてきましたね。多分ご存知だと思うんですけど、スクリューキャップの開き方みんな間違ってて上を回すんですよね。下を持って回すと綺麗に開くので、はい、これは広めていただきたいです。はい、はいはい、広めさせていただいております。じゃあ続きまして、トフォードエステートピノノワール2022。はい。でこれ実は多足テラスと同じオーナーの畑で、さっきもちょっと話したんですけど、先代が始めた畑を今息子さんが継いでて、これ実はまだ樹齢すごい若いんですよ。2014年に植えてる畑で、10年ぐらい。そうですね。ただ植える時に結構いろいろ相談をされて、もともと多足テラスのリースリングしかなかったので、栽培農家としてはリースリングって1トンあたりの単価が結構安いんですよ。でピノの方が圧倒的に高いんで、うちもそろそろピノ植えたいなみたいな話でしたね。ピノっていろんなクローンがあって、クローンによって全然味わいも違うし、収穫のタイミングも違うし、でどのクローンを植えたらいいかっていう、相談をされて、1ヘクタールだけなんで3クローン選ぶっていうので、選んだのがエーブルクローンっていうのがあるんですね、ニュージーランドに。これはいわくつきのクローンで、アメリカにもある話なんですけど、旅行者がロマネコンティのラッターシュかな、畑で枝を切って持って帰ってきて、長靴に入れて隠して持って入ろうとして税関で捕まってその税関員の人が自分で検疫通して自分の畑で育てて、でその税関員の方が畑もやってて、たまたまアタランギのオーナーと知り合いで、昔はねアタランギクローンって呼んでる人たちもいたんですよ。エーベルクローンじゃなくて、今はもうエーベルクローンでもう統一された名前になったんですけど、でアタランギに行っていっぱい育ててもらって、そこから派生していったので、かなりユニークな、エーブルクローンっていう名前もニュージーランドにしかないクローン、今日本にも若干入ってきてるんですけど、であとはディジョンのトリプルセブンって世界的に評価の高いクローンと、あとはディジョンの943って番号が増えていくと新しくなっていくんですけど、943はアメリカですごい成功してるクローンで、これを最終的には全部ブレンドするんですけど、その3つを植えたんですか？3つを、はい、1ヘクタール1ヘクタールに3分の1ずつ植えて、で収穫のタイミングが違うので仕込みは別々なんですよ。で樽も分けてやってるので、今度ニュージーランドにいらっしゃったら樽ごとにこのクローンのテイスティングみたいなまた行っちゃいますよニュージーランド何年前でしたっけ？2018年に行ったんですよ。最悪の年でした。もうでもね、雨で病気がもう全滅したような年だったので。全滅ですか？ニュージーランドのワイパランピノって、これぐらいの色かもうちょい濃いめが当たり前なんですけど、あの年のワイパランピノは全部ちょっとロゼみたいな、もう色も全然乗らなかった年で、すごいカビだったんですよ。収穫のお手伝いしたんですけど、もううどん粉の一日なんかもうすごい帰ってこられて3ヶ月ぐらいずっとなんか調子悪かったですもんねカビにやられてずっとゲームをしてるこれはシングルビニヤードで出すのはこれが初めてで、今まではまだ樹齢も若かったんで
ワイパラに混ぜてたんですけど、去年22年初めてやってすごいやっぱ良かったので、すごい凝縮感。そう全然違うんですよね。違いますね。凝縮感とボリュームと、樹齢若いにしてはすごい出るんですよね。10年とは思えないですね。そうですね。そうしたらこれどうなるんでしょうね。毎年楽しみ。15年、20年ね。去年の23年まだ樽に入ってるんですけど、テイスティングするとすごいどんどん良くなっているので、すごい。いっちゃおうかな、20年。すっくっついていっちゃおうかな。ぜひぜひ。美味しい。美味しい。どちらもなんかもうこうつけがたいですね。そうですね。スタイルが違いますね。スタイルが全然違うんですよね。はい。ちなみにこの高系ワインですけれども、お酒の大学で販売することになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、ショッピファイでも販売することになりますので、YouTube を見て注文したい方はぜひショッピファイの方のページへ飛んでください。はい。ちょっとだけラベルの説明をしてもいいですか。はい、お願いします。もともと前やってたブランドの小山ワインズが、龍のウェルシュドラゴンを使ったラベルで、辰年なわけではなくて、下の名前が高弘、漢字で書くと龍に宇宙の宇なので、龍をデザイナーさんに使ってやってもらって、リブランドする時にやっぱり龍は使いたかったんですけど、あんまり似てるといろいろ商標の問題が出てくるので、同じデザイナーさんで、実は資生堂の結構有名なデザイナーさんなんですけど、同じ龍を使って、これ実はウロボロスって言ってギリシャのシンボルで、自分の尻尾をこう加えて輪っかになっているシンボルで、そのウロボロスを使ってデザインをしてもらって、でなんでウロボロスかって言ったら、一度ブランドを全部切り替えるので、ウロボロスって継続性とか再生とか生まれ変わりみたいな意味があるので、もうデザイナーさんにやったらやっぱり結構かっこいいの作ってくれてね。かっこいいですよね。そうですね。かっこいいですよね。ちなみに今年は初年です。そうですね。もうぜひこのねワインはね飲んだ方がいいと思います。きっと多分ニュージーランドのイメージ、若草のねグリーンのイメージとか、なんかそういう単純なものが強いと思うんですね、一般的には。でもそうじゃなくて、やっぱりこれだけ複雑味であったりで果実感ではないピノのあるうまさっていうのはすごい表現されてるなっていうのはものすごい感じますので、ぜひこれ皆さん飲んでみてください。はい、ということでテイスティング編終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございます。お酒の大学チャンネル510、動画のご視聴ありがとうございました。面白いなと思ったらいいね、そしてチャンネル登録をお願いします。リクエストがあればいろんなことにも答えていきますので、ぜひコメントを寄せてくださいね。ではまた。